華やかな映画や舞台の裏側で、世界的有名人たちは、名声の代償とプライバシーの確保のために、今日も戦っています。今回は、ストーカー被害に苦しんだ、ハリウッドスターを7人紹介します。サンドラ・ブロック。サンドラ・ブロックは、長年にわたり、ハリウッドで活躍する人気女優。2014年、彼女はロサンゼルスの自宅に不審な物音を感じて目を覚ました。彼女は寝室のドアをロックして警察に通報。家の中にいる間、男が自分の名前を呼んでいるのを聞き、非常に恐怖を感じた。警察が到着するまでの間、彼女はクローゼットの中に身を潜めていた。警察が駆けつけた際、犯人はまだ家の中におり、現行犯で逮捕された。犯人はジョシュア・コルベットという39歳の男で、ブロックに対して執着的な愛情を抱いており、何度も彼女に手紙を書いたり、プレゼントを送っていた。彼の家からは違法な重火器が多数発見され、ストーカー行為だけでなく、武器の不法所持でも起訴された。コルベットは複数の罪状で有罪となり、裁判所から精神病院への入院命令を受けた。彼は2018年に自宅で自殺している。ジェニファー・ロペス。ジェニファー・ロペスは世界的な歌手、女優、ダンサーとして知られている。2013年、ジョン・ドゥベックはニューヨークにあるロペスの自宅になんと6日間も無断で滞在していた。彼は空き家となっていたゲストハウスに侵入し、芝を刈ったり、家の周囲を手入れしたりしており、近所の人からはスタッフの一人と思われていた。自宅には警備員が常駐していたが、彼の滞在には気づかなかったとされている。6日目にしてようやく家のスタッフが不審人物の存在に気づき、警察に通報。ドゥベックはゲストハウスでくつろいでいたところを逮捕された。彼は SNS などでロペスとの関係について妄想的な投稿を繰り返しており、自身が彼女の元夫であるなどと主張していた。彼には精神的な問題があり、事件後は精神鑑定も行われた。ユマ・サーマン。ハリウッド女優のユマ・サーマンは多くの有名映画に出演してきた。2005年からジャック・ジョーダンという男が彼女に手紙やメールを大量に送りつけてきた。その内容は、もし他人と結婚したら、私は自殺する、や、私の愛を受け入れなければ、あなたと家族を傷つけるかもといった脅迫文もあった。2008年、彼は逮捕され、裁判で有罪判決を受けた。しかし、彼はその後も彼女に接触を図ろうとしたため、2011年に再逮捕されている。ジョーダンから執拗なストーカー被害を受けた彼女は、裁判で彼の家が近くにあると思うだけで、夜も眠れなかった、と述べている。グーイネス・パルトロー。グーイネス・パルトローは、アカデミー賞女優として世界中に知られるセレブ。彼女の場合、長期にわたる深刻なストーカー被害に苦しんだ。ストーカー被害に最初に遭遇したのは、1999年頃のことで、ダンテ・ソーという男が彼女に対して数百通もの手紙や贈り物を送りつけていた。その内容は愛の告白や性的な内容、さらには結婚を迫るものまで多岐にわたっていた。さらに彼は何度も彼女の自宅や撮影現場に押しかけ、直接会おうとする行動も繰り返していた。彼の異常な行動は15年以上も続き、何度も法的措置が取られた。ソーは2000年にストーカー及びわいせつな物品の送付などの容疑で逮捕され、精神病院への収容となった。しかし、退院後もソーは執拗に手紙を送り続け、2015年には再びストーカー容疑で起訴された。法廷で彼女は証言し、ソーから人生を台無しにされたと語り、ストーカー行為によって常に不安を感じ、家族や子供の安全も心配しなければならなかったと述べた。しかし、ソーは精神的な疾患を抱えており、陪審員は無罪の評決を下した。セレーナ・ゴメス。セレーナ・ゴメスは世界的な歌手、女優で人気のセレブ。彼女の場合、2人のストーカーからの恐怖に苦しんだ。2011年、トーマス・ブローディという男がゴメスに対して殺害予告を含む脅迫を繰り返し、強い恐怖を与えた。彼は彼女の居場所を探し回り、彼女を殺すことについて妄想的に語ったことから、警察が動き出した。裁判所はブローディが精神疾患を抱えており、明確かつ現在進行形の脅威であるとし、彼女とその家族への接近を厳しく禁止した。
2014年には彼女の自宅敷地内に不法侵入したチェクルズというホームレスの男が逮捕される事件が発生。彼は彼女の自宅の前で執拗に待ち伏せし、実際に家の中まで侵入して接近禁止命令が出された。それにもかかわらず、保釈後すぐにまた彼女の自宅に侵入した。彼女の家族やスタッフが不審人物の存在に気づき、すぐに警察に通報し、警察が現場に駆けつけた際、彼は家の中におり、現行犯で逮捕された。彼の動機は、彼女に会いたい、彼女と話したいという強い執着心であった。キアヌ・リーブスは、マトリックスやジョン・ウィックなどで世界的に人気を博す俳優。2023年、彼のロサンゼルスの自宅にブライアン・ディクソンという男が侵入した。ディクソンは少なくとも6回、彼の自宅に不法侵入しており、最初の侵入時には裏庭で寝泊まりしていた。そして DNA 鑑定キットや手紙、写真などが入ったバックパックを残して立ち去っている。ディクソンはこれらを用いてリーブスとの血縁関係を証明しようとしたとされている。リーブスの弁護士は、この男が過去20年にわたり、住居侵入、器物損壊、暴行などの前科を持つことを明らかにした。裁判所はディクソンに対し接近禁止命令を発令した。エイドリアン・キング。1980年の13日の金曜日で初代ヒロインを演じたことで知られるエイドリアン・キング。彼女の場合、時代背景のせいもあり、このストーカーによって女優人生を台無しにされている。13日の金曜日の公開直後から、彼女の元に見知らぬ男から不気味な手紙や電話が届くようになった。内容は徐々にエスカレートし、愛の告白や執着心の表現から脅迫や恐怖を煽るものへと変化していった。ストーカーは彼女の住所や日常の行動パターンを把握しており、彼女の自宅付近に現れたり、後をつけたりするなど、直接的な接触を試みる行動も見られた。ショッキングなのは、ストーカーが彼女の家に押し入り、頭に銃を押し付けたことだった。彼女は心身ともに追い詰められ、一時は自宅に閉じこもるような生活を強いられた。1980年代初頭、ストーカーという言葉やその概念自体が一般的ではなく、ストーカー規制法もまだ制定されていなかった。そのため、警察に相談しても証拠がない、や事件性が低いとされ、積極的な捜査や保護措置が取られず、彼女は女優としてこれからという時に、恐怖のあまり表舞台から姿を消すという選択を余儀なくされた。彼女を苦しめたストーカーの名前や身元は公表されておらず、逮捕や起訴に至らなかったため、公式な記録や報道が残されていない。今日はストーカーにより恐怖や不安の中で過ごした7人のハリウッドスターを紹介しました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。